骨が外れるわけですよね、一回。もうこんな関節他にありますか？もうめちゃくちゃ面白い関節ですよね。ストレートネックによる顎関節症っていうのもある。こんにちは、マジックハンズの坂巻です。早速ですが、皆さんお好きな関節はありますか？例えばね、筋肉だったらね、僕は大腿筋膜腸筋っていう筋肉が一番好きなんですよ。で、骨で言うなら、耳小骨っていう骨ですね。耳の中中耳にある耳小骨が一番好きなんですね。じゃあ一番好きな関節はどこですかって言われたら、僕はもう不動の1位があるわけですよ。皆さんありますかね？僕が一番好きな関節といったらですね、ここですね。顎関節が一番好きなんですね。この顎関節、面白い関節なんですよ。ではこの顎関節ですね、一体どういう関節なのかっていうとですね、皆さん口をちょっとね軽く開けてみてください。じゃあ大きく開けてくださいって言ったら、顎関節って2段階に動きますよね。これ他の関節ではない動きなんですよ。もう顎関節のみにある動きなんですね。どういう動きをしているのか、ちょっとね模型を使ってやってみたいと思います。顎関節ね、普通に軽く開けてくださいって言ったらですね、口がこう開くわけですね。じゃあ大きく開けてくださいって言った時にどういう動きをしているのかっていうとですね、ここがですね軽く開けた時、そして大きく開けた時にはグッとこの関節からですね外れるわけですね。骨が、この下顎骨のところがね。そういったこの2段階に動く関節ということでですね、もう素晴らしく面白い関節だなと思うんですね。ちょっとですねこちらにですね今顎関節の動きをですね出させていただいていると思うんですけど、こういうふうに2段階に動いてですね、骨が外れるわけですよね、一回。もうこんな関節他にありますか？もうめちゃくちゃ面白い関節ですよね。で、この僕の一番好きな顎関節、今回ですねそのお話をちょっとさせていただこうかなと思いまして、顎関節って言ったらですね、施術する人少ないのかなとは思うんですよ。なかなか顎を施術するっていうのはね少ないと思います。ただですね、やっぱり世間的にですねこの顎関節に異常がある方結構多いんですよ。今の時代だとやっぱり噛むことっていうのが少なくなってきた。やっぱですね、噛まなくても食べれるものって増えてきましたよね。っていうところでやっぱり咀嚼筋ですね、顎関節にくっついている側頭筋、後筋、そして外側内側の翼突筋っていう筋肉がどうしても衰えてしまうことで、やっぱ顎関節に異常が起きてるんですね。で、今回のテーマとしてですね一つ挙げさせていただくのが、ストレートネックによる顎関節症っていうのもあるわけですね。ストレートネックってやっぱり多いですよね。皆さんどうですかね？周りのお客様でストレートネックの方とかいらっしゃいますか？今やっぱりテレワークとかですね、もちろんデスクワークね、VDT 作業、画面を見ることすごく増えてきましたよね。で、それによってストレートネックを発症する方結構多いんですよ。じゃあ今回のこのストレートネックと顎関節症どうリンクしているのかっていうところですね、ちょっとお話ししたいなと思います。まずそもそもストレートネックってどういう状態なのかって言ったらですね、人間の体っていうのは生理的湾曲ってありますよね。S 字のことです。頸椎が前腕して、胸椎が後腕、そして腰椎が前腕、仙椎が後腕という、もうこの S 字ラインっていうのが、本来の人間の背骨の正しい形なんですけれども、
これがですねストレートネックの方はどうなってるのかっていうと、この頸椎の前腕がなくなってるんですね。頸椎の前腕がなくなってまっすぐになっちゃってる状態ですよね。じゃあこのストレートネック、何が原因で起こるのかね、先ほどの VDT 作業、画面を見るとかもそうなんですけれども、もちろんそれ以外の姿勢によるもの、例えば猫背によるストレートネックとかもありますけど、あとはですね重要なのがここですね。何筋だか分かりますよね。胸鎖乳突筋っていう筋肉ですね。この胸鎖乳突筋とかっていう筋肉もやっぱり収縮した状態でいるとですね、首を前に持ってきますので、そのままですね S 字が崩れてまっすぐの背骨になってしまうわけなんですよね。そしてこのまっすぐになってしまった、首のラインっていうのが、じゃあどう顎と関係しているのかっていうとですね、こうまっすぐになった状態っていうのはこの首の前の筋肉、例えば後傾筋とかですね、あとは舌骨筋群っていう筋肉がぐーっと引き伸ばされている状態にあるんですね。そうするとこの舌骨筋群とかそれこそ後傾筋みたいな筋肉はですね下角に付着してますんで、この下角が後ろにぐーっと引き込まれちゃうんですよね。後方移動を起こすわけです。で、本来の顎関節の動きとしてはもちろん最初の1段階目、軽く開けてくださいって時は関節運動なんです。ただ大きく開けてくださいっていう2段階目の運動の時はですね、これが関節が後ろに外れるような形になるわけですよね。ってことはストレートネックの方は常にこの関節が後ろに引き出されている状態、引き込まれている状態ですので、この2段階目の運動がうまくいかなくなってしまう、要は開口障害が起きてしまうことがあるんですよね。ですので顎関節症の方、もしくは開口障害、顎に何かしらな異常が起きている方っていうのは結構ですね、このストレートネックっていうのを併発している方多いわけですよね。ですので、お客様で顎関節症、もしくは何かしらな顎にですね違和感がある方いらっしゃったらですね、こういう首周りの筋肉をしっかりほぐしてあげるのもそうですし、ちょっと角度を変えてですね、もしかしたらストレートネックなんじゃないのかなっていう風な感じでそちらの施術をしてあげるだけでですね、ストレートネックが治ることで引き込みがなくなって顎の動きが改善する、顎関節の動きが改善するっていうことも実際にありますので、いろんな視点を持ってですねお客様に施術をしていただければなと思います。では今回ですね、この顎関節のお話をさせていただきました。皆さんお好きな関節ありますでしょうか。もしあればですね教えていただければ、コメント欄とかに入れていただければなと思います。では以上、坂巻がお送りしました。またお会いしましょう。